あなたは毎日の生活に刺激が欲しい時何をしますか？ナチス統治下のドイツ、強制収容所の所長夫人であるイルゼ・コッホは巨万の富を得て贅沢三昧の毎日を過ごしていました。しかしお金はあっても刺激のない退屈な日々。そんな中彼女はある明暗をひらめきます。イルゼは早速収容所の囚人たちにあるものの制作を命じました。それはランプシェード。彼女が厳選して集めた特別な革を使ったオリジナルの一品。イルゼはそれをクリスマスに同僚たちにプレゼントするのを楽しみにしていました。しかし囚人たちはその特別な革の秘密を知り背筋が凍りつきます。その革とは彼らの仲間である囚人の皮膚だったんです。人間の皮を剥ぎ取りそれをランプシェードにする残虐な行為。贅沢三昧の傍ら拷問、虐待、殺人を犯したセレブ妻。その正体は時代が生んだ悪魔だったんです。おそうす、お腹減ったよ、ケンちゃんです。目指せセレブ妻、闇やみこです。本日ね、皆さんにご紹介するのはナチス時代に現れた最強のモンスターイルゼ・コッホについてなんです。ナチスのことはさ、私たちも何回か取り上げてきて絶対忘れちゃいけない歴史なんだけど、なかなかイルゼ・コッホって名前聞かないわね。実はですね、アルゴメトリでもね、過去にね、一度取り上げてるんですよ。そう、私もちょっと覚えてる。本当かよ。ちょっと探してみてほしいわ。そうですね。どの動画かは言わないんですけど、秘密なんですけど、言いなさいよ。でもほとんど多分ね、わかんないと思うんですよ。よっぽどアルゴメトリめちゃくちゃ好きじゃないとわかんないかもしれないです。ちょっとね、当てたらすごい。さてね、イルゼ・コッホがそもそもなぜナチス時代にね、強大な権力をね、有していたのか。そして、そんなね、歴史に残るね、悪事を働いた魔女が誕生したね、その歴史的背景から見ていきたいと思います。暗黒時代の勝ち組夫婦。遡ること115年ほど前の1906年、ドイツ東部にある町ドレスデンに一人の女の子が誕生しました。名前はマーガレット・イルゼ・コーラー。彼女こそ後に魔女と恐れられるイルゼ・コッホなんです。しかしその幼少期は驚くほど穏やかで幸せに満ちたものでした。学校ではフレンドリーなキャラクターで人気者。イルゼを教えた教師は彼女のことを礼儀正しいと評価していたといいます。15歳で会計学校を卒業したイルゼは工場で働き始めます。しかし当時のドイツは第一次世界大戦後の厳しい経済不況の真っ只中、イルゼの家庭も例外ではありませんでした。そんな中、イルゼが出会ったのがナチス。ナチスはドイツ民族の優秀さを解き、失っていた自信と誇りを取り戻すための政策を打ち出していました。貧しく教育の行き届いていないこの地域の人々にとってナチスが掲げる未来はまさに希望の光だったんです。こうしてイルゼはナチスに感銘を受けて強制収容所で働き始めるんです。そしてある男性と出会うんです。イルゼは9歳年上の男性と恋に落ちます。男の名はカール・コッホ。カールはその特別な素質を認められ、ナチスの親衛隊の高官へと上り詰めたいわゆる勝ち組。一体彼の何が評価されたのか。それは彼の類まれなる残忍性。強制収容所の所長を務めていたカールは囚人を犬小屋に詰め込みボールから食事を取らせていました。囚人が反抗すれば容赦なく暴力を振るい背中を熱々のタールで焼いたといいます。もちろんイルゼもそんなカールの仕事ぶりを知っていました。彼女はそんなカールの残忍すぎる行いに魅力を感じていたんです。なんでやねん。仕事できる男がモテるみたいなさ風潮って今でもあるけど、これ違うくないこれ。そうですよね、残忍性がね、あればあるほどすげーってなる世界ってさ、めちゃくちゃ怖くないですか？そんな二人は順調に愛を育み結婚。その翌年、カールは新設されたブーヘンバルト強制ブーヘンバルト強制収容所の所長としてその建設と運営を任されることになるんです。上層部から認められた名誉ある異動に二人は歓喜。早速新しい収容所の敷地内に豪華でおしゃれな自宅とプライベートで楽しむための動物園を建てるんです。そして収容所に来た囚人が持っていた金品を全て奪い自分たちの財産にしました。こうして夫婦は絶対的権力と巨万の富を得ることに成功。飢餓や病に苦しむ囚人たちを尻目に贅沢三昧の日々を過ごすんです。ちなみにね、カールはですね、めちゃくちゃ残虐性がね、人間に対してあったんですけど、部下たちが自宅近くのね、動物園の動物に虐待してたら、めちゃくちゃ叱ってたらしいんですよ。どういう思考回路してんのよ。狂ってるわね。その思考回路もおかしいけど、動物園まで行って動物虐待してる部下たちもまあ確かにやべえわ、ね。全員狂ってるわね。もう、登場人物全員イカれてるんですよ。そんなね、イカれたね、夫をね、ささやかながらね、支えていたね、イルゼ・コッホ。そう、イルゼおとなしいじゃないもん。なんですけれども、だんだんね、本性がね、垣間見えてくるんです。魔女の覚醒。
セレブ妻となったイルゼは家事の全てを召使いに任せ、自分を奥様と呼ばせました。しかし贅沢が楽しかったのも最初だけ。次第にイルゼは刺激のない毎日に退屈するようになっていきます。そんなある日、イルゼはいい退屈しのぎを思いつくんです。乗馬が趣味のイルゼは収容所の囚人たちに自分用の乗馬場を作るように命令しました。建設費用は実に1億円。その資金は囚人やナチスからひっそりと盗んでいたお金を使いました。そして完成した乗馬場で毎朝自分だけのために音楽隊に演奏させながら乗馬を楽しんでいたんです。しかし次第に乗馬に飽きてくると、イルゼは再び退屈するようになってしまいます。そんな中、イルゼはある興味深い話を耳にします。それは収容所では囚人が指揮官の妻をちらっと見るだけで即射殺されるという規則があるというもの。そこでイルゼはあるゲームを思いつくんです。夫カールが家を留守にしたある日、イルゼは囚人の男たちを全裸にし、収容所の庭に整列するように命令しました。言われた通りに並んだ彼らの目の前に現れたのは、なんと下着姿のイルゼ。彼女は挑発的なポーズを取りながら彼らにアピール。厳しい生活の中、女性と接する機会もない囚人たち。妖艶なポーズを取るイルゼの前で平常心を保つことができません。欲望に負け、一目でもイルゼを見た囚人たちはすぐに頭を銃で撃ち抜かれていきました。イルゼはそうして苦しむ彼らを見て、この上ない快感を得ていたんです。イルゼはね、男性だけではなく女性囚人に対してもひどい暴力を働いていたんです。そしてイルゼの欲求はとどまるところを知りません。このね、残酷な遊びね、どんどんエスカレートしていって、僕たちの到底理解が及ばない範囲まで到達するんです。強制収容所ではしばしば人体実験が行われており、イルゼがいる収容所も例外ではありませんでした。新たな退屈しのぎを思いついたイルゼが向かったのは、収容所に勤務して人体実験を担当する医師のもとでした。そして彼女はこんな提案をするんです。入れ墨が犯罪行為と何らかの関係性があるのか調査すべき。しかし彼女は本当に入れ墨と犯罪行為の関連性を知りたかったわけではありません。その真の目的は実に自分勝手で恐ろしいものだったんです。それは人間の皮膚でランプシェードを作りたいというもの。怖っ。イルゼは囚人たちを早速裸にして並ばせ、お気に入りの入れ墨を入れたものを選別するんです。まるで材料を選ぶかのように。本当の欲求であるね、ランプシェードをね、人間の皮で作りたいなんて言ったら反対されるに決まってるから、もうそういう嘘をついてたんですよね。本音と建前ってやつ。ほんと嫌な女ね。イルゼはこうしてお気に入りの入れ墨が入った皮膚を医者から手に入れ、それをランプシェードに加工しました。その後もお気に入りの柄を見つけてはその囚人を殺害し、ナイフの鞘や本の表紙などあらゆる工芸品を作ったんです。イルゼはこの人間ランプシェードを大層気に入っていました。そして今度はこれを同僚へのクリスマスプレゼントにすることを思いつくんです。どんな神経？すぐさま彼女は囚人たちにランプシェードの大量生産を命じます。囚人たちは自分たちの仲間の皮膚を加工させられるというこの上なく耐え難い苦行を強いられたんです。クリスマス休暇がやってくると、イルゼは出来上がったプレゼントを他の強制収容所の親衛隊仲間に配って回りました。メリークリスマス。これね、人間の皮で作ったランプシェードなの。ありがとうなるわけないじゃん。そうなるわけないんですよ。行かれてますよね。僕らもそうですけど、同じナチスのね、他の方々もイルゼのこの行為はさすがにやべえわってね、なってたらしいんですよ。ナチス時代には多くの人体実験や虐殺が行われたんですが、イルゼが行った数々の行為はこれらとは全く似て非なるものでした。なぜならイルゼは全て独断で行っていたから。ナチスが行う人体実験や虐殺はその思想や心情をサポートするためのものなので、原則的に幹部の命令に従って行われるもの。しかしイルゼはそんなことは関係なく、ただ自身の快楽のためだけにやりたい放題を行っていたんです。ナチスとしてもあまりに行き過ぎた行動を繰り返すイルゼをこのまま見過ごすことはできませんでした。なんかもうナチス側も引いちゃってんじゃないこれ。いや、そうなんですよ。生粋の悪魔ね。大体ね、アルゴメトリーで紹介するね、犯人の人って生まれた環境とかね、その後のね、周囲のね、環境に影響されるっていうのがでかいんですけど、イルゼ候補に関してはね、目立ったね、そういった要因はね、あんまりないんですよ。もちろんその収容所で働いてたって環境のね、影響はあるかもしれないんですけど、それだけでこんなね、非人道的な行為がね、果たしてできるのかっていうのはね、また別の話だと思うんですよ。そしてね、近年ね、犯罪者とかね、こういったね、ひどいことを行う人間にはね、ある共通点があるんじゃないかって研究がなされていてですね、本日のメトラキーワード。2018年、ドイツのウルム大学とデンマークのコペンハーゲン大学の研究チームがある研究結果を発表しました。それは運動神経がいい人はスポーツが得意、IQ が高い人は様々な面で認知能力が高いなどと同じように、これが高いと悪人になるという指標を表したもの。その名も D ファクター。D ファクターにはエゴイズム、マキャベリズム、道徳
道徳離脱、ナルシズム、心理的特権意識、サイコパシー、サディズム、利己心、意地悪、この9つの性格特性が含まれているんです。これらの特性は根っこでつながっており、どれかの特性が強く現れている人は他の特性も強くなる傾向があると言われているんです。まあ言われてみれば、悪い人ってこんな感じの性格の人が多いかもとは思うわね。この D ファクターは自らの思考特性にまつわる質問に答えることで D ファクターのスコアを5段階で測定することができるんです。これによって例えば前科がある人の再犯率を予想するツールとしてこの指標を使うなど、その利用価値が広がることが期待されています。そもそもね、イルゼはね、本来ね、悪人としてのね、素養があったんじゃないかってことがね、この D ファクターによってね、推察、あくまで推察なんですけどね、分かりましたね。そしてね、強制収容所で働いていたっていう環境も、やっぱり影響したんでしょうね。そしてね、やりたい放題ね、許していたね、ナチスだったんですが、結局ね、あいつはやべえってなって、逮捕するんです。しかしですね、彼女に下された判決、意外なものだったんです。審判の時。1942年、ついにナチスはイルゼとオットカールを起訴します。その罪は収容所の資金の横領、そして囚人に対する極めて残酷な拷問。これまで誰にも隠すことなく平然と拷問や虐待を繰り返してきたイルゼ。犯してきた罪から死刑は免れないとも思われたんですが、その結末は意外なものでした。イルゼはなんとその起訴を取り下げられ釈放されたんです。なぜイルゼが解放されたのか、それは今回の事態の責任は誰にあるのかという論点にありました。ナチスはイルゼが好き勝手にしていたことを見逃していたのは司令官であるオット・カールであり、彼に全責任があるとしたんです。そのためカールに宣言された判決は死刑。1945年にその刑が執行され、彼は射殺されたんです。その論理も分からなくないんだけどさ、もうあんだけひどいことやってたイルゼをお咎めなしにするのってどうかと思うけどね。そうっすよね。そしてね、イルゼはですね、カールとのね、間に生まれた3人の子供とね、つつましくね、ドイツ郊外に移り住んでね、暮らしてたんですけど、結局ね、また逮捕されるんですよ。次はアメリカに。第二次世界大戦で勝利したアメリカ軍は、かつてイルゼがいたブーヘンバルト強制収容所の囚人を解放。そしてアメリカ軍はこの収容所にいた囚人の証言からイルゼが人道に反する罪を犯したとしてイルゼを逮捕し投獄。しかしここでも運はイルゼに味方しました。証言はあるんですが、それはあくまで噂の域を出ません。アメリカはもっと確実な証拠が見つかればイルゼを極刑に処する選択もできたんですが、それができなかったんです。さらにイルゼのある変化が極刑をさらに遠ざけました。当時41歳のイルゼは裁判で自身が妊娠していると発表したんです。その父親は獄中にいた仲間の囚人。ナチスの魔女の判決に注目していたマスコミはイルゼが死刑を免れるために妊娠したと騒ぎました。こうして様々な要素が積み重なった結果、アメリカは結局イルゼの罪を罰することができなかったんです。悪運強すぎないこいつ。完成する気さらさらないじゃないこの人。いや、そうなんですよ。そしてね、釈放後ね、またすぐね、捕まったんですよ。なんでかっていうと、西ドイツがね、もう彼女の処遇、もうそんなんじゃ甘い、もう許さないってなって、結局ね、彼女は終身刑になったんです。いろんな人の恨みを抱えちゃってたわけね。1967年、イルゼは独房の中、ある妄想に苦しんでいました。それは生き残った収容所の囚人たちが自分を虐待するというもの。かつて囚人たちが味わったものと同じ苦痛に怯え、絶望する日々を送っていたんです。イルゼも所詮人間だったということなのか、行き過ぎた行いが最後に自分自身に返ってきたんです。そしてイルゼはまるで逃げるように独房の中で自ら命を絶ちました。多くの人々を苦しめた魔女は孤独と絶望の最後を迎えたんです。そして彼女の遺体は刑務所にある何の印もない手つかずの墓地に埋葬されました。